小川と申します。今日最後の話になりますけれども、ちょっと毛色の違うチェルノブイリの経験と題しまして、先日10月の末ですけれども、ウクライナの方に出張に行ってまいりましたので、その、調査報告ということで、今日はお話をさせていただければというふうに思っております。それで今回のウクライナの出張の概要、簡単にお話ししておきますと、10月の23日から28日、5日間なんですけれども、実際には28日朝に帰ってきました。で、ウクライナという国は遠い国でして、日本からは直行便がありません。ですから、モスクワ経由で入るか、あるいは一旦ヨーロッパに行って、そこから折り返してくるかということしか仕方ないんですけれども、私どもはドイツに一旦入ってから、ウクライナに行ってきたということになります。で、今回訪問したのは、研究所としては2カ所、2つの研究所と、それからチェルノブイリの原子力発電所ということです。で、メンバーはそこに書いてありますように、中西先生を筆頭に、私ども4人と、あとチェルノブイリの視察については、松本東大副学長にもご参加いただいたということになっております。で、視察の話に入る前に、ウクライナっていうのはどんな国っていうのをちょっとお話しといた方がいいかなというふうに思います。チェルノブイリの原発事故が起こった時、旧ソ連で起こった、これは皆さんご存知の話だと思います。で、その中で、実際にチェルノブイリ原発があるのはウクライナという国になるわけでして、それはどういう国かと言いますと、ここの国ということになりますけれども、ここがロシアですので、ロシアの南にあって、黒海にも面している国というふうになります。で、この地図で見ていただくと分かるように、面積としてはここに書いてあるように日本の 1.6 倍というと、大したことないんじゃないかと思われるかもしれませんけれども、ヨーロッパには小さい国が多いもんですから、比較的ヨーロッパの中でも面積の大きな国ということになります。面積から言えばフランスと同じぐらいの面積を持っているということになります。で、人口については、4600万人で、首都はキエフ、これは名前聞かれることあるかと思います。で、あと、旧ソ連の国ですんで、ロシアと同じような国じゃないかというふうに思われる方が多いかと思いますけれども、私もそう思ってたんですけれども、現地行ってみるとだいぶ違う国です。で、一つは、人種が違うウクライナ人という方が人種で、大体8割ぐらいで、残りがロシア人とかいろんな民族の方々がいらっしゃると。で、言語についてももちろん旧ソ連の国ですんで、ロシア語も通じるんですけれども、ウクライナ語を喋られる国になっています。で、ウクライナ語というのはどちらかというと、ロシアの影響というよりも隣にあるポーランドなんかの言葉なんかも相当入ってきているということになっております。それで国土につきましては、大体その山があんまりない国でして、平べったい国です。我々行っても山というのはほとんど見えなくて、スキーをするのが大変だみたいなことを現地の人言ってましたけれども、平べったい国でして、それからやはり一つの特徴として、いわゆる国土が豊かな農地に恵まれている、非常に農業の盛んな国であるということになります。あと文化の面で言えば、キエフ公国というのが昔あったそうですけれども、ロシア以上に非常に長い歴史を持っておって、世界遺産についても多数あるような、非常に文化的にも優れた国ということになります。で、これが聖ソフィア大聖堂というキエフでも一番優れていると言われている世界遺産の寺院になるわけですけれども、こういったものもいくつもキエフ市内にもあるということになります。あと面白い話聞いたのは、ウクライナには日本人が大体200人、ウクライナの国全体で200人の日本人がいるんですけれども、キエフ市内だけでも日本料理店が200軒以上あるということでして、日本人の数より日本料理店の方が多い、そういう国だということになります。で、行ってみると、お寿司なんかのメニューがあるんですけれども、日本語もなんかいい加減ですし、ちょっと非常に面白い、見るだけで非常に面白かったなということです。で、感想一言で言えば、非常に美しい国、もちろん国土も美しいですし、キエフ市内の建物、一般のその建物なんかも非常に装飾なんかが美しくて、そういう意味で美しい国っていうのは一言で言うと印象かなというふうに思っております。
その中で現地の大使館の方に聞いて一番驚いたのは実はこういうことでして、ウクライナはチェルノブイリの原発の後です、原発の事故の後、1990年に一旦モラトリアムということで原発をやめたというふうに聞いてたんですけども、その後また再び原発を始めていて、現在は大体5割程度原子力に依存しておるというのはちょっと非常に驚いた話としてありました。でまずそれで最初の、研究所ですけれども、大統領直轄戦略問題研究所 NISS というところに行きました。でこれどういうところかといいますと、いわゆる普通の研究所と違いまして、ウクライナの大統領府をサポートするということでして、実際に研究を行うより政治的な事象を研究する組織、いわばシンクタンクのようなことになります。ですから必ずしも農業だけではなくて、さまざまなことについて取りまとめを行っている研究所ということになりまして、でその中でこのナスビットさんという方が農業関係の中心の方らしいんですけれども、その方を中心に関係する機関からも専門家を読んでいただいて、私どもといろいろ意見交換をさせていただいたということになります。でその冒頭でこちらの方がここの研究所の副所長さんになられるんですけれども、この副所長さんがこういうことをおっしゃったんですね。チェルノブイリ、それから福島の事故以来、両国は密接な関係になっていますと、福島の事故の収束のため、チェルノブイリの経験をぜひ共有してもらいたいというようなことを強くおっしゃってたということになります。それで、これ研究所を訪問する前に我々として関心があることはどういうことであるのかということを7項目ぐらいまとめて、先に先方に送っておりまして、また最初に中西先生の方から私どもの東大農学部の方の活動について、説明した上で、私どもの関心に対して向こうがいろいろお答えしていただいたわけなんですけれども、その中で非常に興味深かった点を抜き出してみますといくつかありましたけれども、こういうような話がありました。で作付け制限みたいなものはどういうふうになってるんですかと、事故から27年半もう経ってるわけですけれども、どうなってますかということについてなんですけれども、当時共産主義の国でしたので、高いレベルで、汚染された地域についてはもうその農場でなくなったと、農場でないという指定をしてしまって、もうそこでは何も作ってませんというふうな回答がまずあったと。それから、農地の除染についてはどうやってますかということなんですけれども、事故後しばらくはいろんな試みをやってみたと。例えばドイツあたりから、天地返しみたいなトラクターですかね、そういうものを入れてみたり、いろんな手法を試みてみたりというようなことなんですけれども、やはり最終的には何も行わないことになったと。でそのため、研究の中心はどちらかといいますと、汚染された土壌から農作物の方に、放出性物質がどういうふうに移っていきますかというような研究とか、農作業を行う人が被爆しないようにするためにはどういうことを言ったらいいのかというようなことに、研究としてウクライナの国としては重点を置いていますということでした。それから、向こうが我々に対して最初に聞かれたのは、福島の土壌は何ですかっていうようなことを最初にビッと聞かれて驚いたんですけれども、チェルノブイリの周辺ではさまざまな土壌があります。これ後ほど出てきますけれども、15種類ぐらい土壌があるということでして、そういう土壌の種類と、それから食物の違い、作っている作物の違い、この組み合わせというものがで放出性物質の移行係数に相当違いが出てきておるという話がございました。それから、そういう農作物に対する、コントロール、放出性物質のレベルのチェックはどういうふうに行っていますかということについての質問に対しては、事故後汚染された作物、牛乳、肉、穀物などが対象になるわけでありますけれども、村ごとに、あるいはそういう農作物の加工工場ごとにラボを設けてチェックを行っています。これは現在でも行っておるということでした。で当初はですね、やはり住民の方々が森から取ってくる自分が消費するためのキノコ、イチゴ、
さらにはそのクリスマスツリーですね、ちょうど今の時期もみの木を森の中から取ってくるわけですけれども、そういうものまで規制をやっていましたというようなお話がありました。それと、ちょっと驚いた話というかショッキングだったのは、事故後は、旧ソ連の体制下にあったと。で当然のごとく原子力に関わる話、これは放出船の話もそうなんですけれども、一切秘密事項ということで一般の方々には何も教えてもらえないということになったと。そういう中で、住民の間でいろんな噂というものが広まっていって、そういうその心理的な苦痛といいますか不安感、そういうものが住民の方々にとっては非常に苦しかったと。で一方で、旧ソ連が崩壊したわけでありますけれども、1990年以降については、その情報公開に力を入れておりまして、夫婦用被害対策としてチェルノブイリインフォといったような、これはウェブ上のページであります。こういったものを通じて情報提供に力を入れていますというようなことについてご説明をいただいたということになります。それで、もう一つの研究所の訪問でありますけれども、農業放射線学研究所というところを訪問いたしました。でこちらについては、チェルノブイリの事故後に、農業に対して放射性物質がどういうふうな影響を与えるのかということについての懸念から設立された研究所ということになります。それで現在は、国立生命環境科学大学、こういう国立の大学ですけれども、その中の傘下の研究所という位置づけになっているということになります。それで、この中央にいらっしゃる方がカシュパロフさんという、所長さんで、たびたび日本にもお越しになられています。でこちらの方が研究所の中をご案内いただきまして、実際の、いろんな分析をやっている部屋なんかを、見学させていただいているところということになるわけであります。で先ほどの大統領府の直轄の研究所と違いまして、こちらの方は農業に対する放出の影響について専門の研究所ということでしたので、より一層細かく我々の興味にも答えていただいたということになります。それで、先ほどの話と重なるところもありますけれども、この研究所事故直後については、汚染地域を特定するための活動、すなわちチェルノブイリ原発の周辺でどの地域がどれぐらい汚染されているかということについてこまめに測って回ってマップを作るような作業を中心にやっていたと。でそれ以降は、農作物とか製品等のモニタリングを行いまして、それがどれぐらいのレベルであるのかということについてウェブ上で公開をしているといったようなことをやっております。それから、現在のそのウクライナの状況についてなんですけれども、どちらかというと外部被曝、すなわちその汚染されている土壌とかから受ける被曝よりも、いまだに牛乳、肉、キノコの汚染による内部被曝が問題となっていますということなんです。で、そういうふうな農作物のコントロールについては、ラボで行っておりましたし、現在でも全ての農作物の加工場にラボがあって、そういうものについてのコントロールは続けていますということです。それから、イチゴ、キノコ、それから農家の自家消費の牛乳、こういったようなものが問題だがという、問題だがというのはまだレベルが高いんだがという意味だと思いますけれども、でそれ以外についてはあんまり汚染が問題になるような状況にはなくなってきておると。それから、いわゆる農作物の汚染についてなんですけれども、いわゆる距離の問題ではなくて、原発から300キロぐらい、西の方向なんですけども、300キロぐらい離れた地域で、やはり高いものが見つかったりしていると。そういう意味で、土壌の汚染の濃度が問題ということなのではなくて、土壌の種類、やはりこちらの方により注目しなきゃいかんのではないかということでした。そういうふうなお話がありました。それから先ほど少し触れましたけれども、放射性物質の土壌からの移行については15種類の土壌について研究を行っているということで、チェルノブイリ周辺にはさまざまな種類の土壌があるわけなんですけれども、そういうものについてそれぞれ、放射性物質の移行状況について調べておりますということでした。でセシウムについては、水平にも垂直にも広がりません。これは日本で得られている結果と同じような結果かなというふうに思っております。それに対してストロンチウムは若干移動する傾向が見られますということについてお話がありました。それから、
先ほどの作付け制限の話がありましたけれども、非常に高いレベルで汚染された地域がそもそも農地でなくなってしまったということでありますので、作付けが規制されている場所はそんなにあるわけではありませんと。でそれ以降も当然セシウムのレベルは放出の半減期に従ってレベルが下がってきているんですけれども、下がったからといって農地に戻しているというわけでもありませんということでした。でそういう中なんですけれども、特に規制はしてないけれども、先ほど問題があると言ってた土壌ですけども、ピートという土壌ですけれども、そういうところで生えている牧草を家畜に食べさせちゃいかんですよという、そういう形の提言のようなものはこの研究所としては行っておりますということでした。それから、これはまたこの研究会でも過去関係する先生からご報告させていただいておりますけれども、汚染のある動物にきれいな飼料を与えると、当然のごとく生物的半減期というふうに言いますけれども、どんどんセシウム減っていくわけなんですけれども、どれくらいでセシウムが減るかといったようなモデルの研究を行ったりもしております。またこれも過去この研究会でも報告ありました魚の研究というものも行っておりまして、セシウムの濃度はカリウムの濃度にも依存しておりますというようなことでした。で加えて、我々主に農業の話を中心に聞きに行ったんですけれども、その農業の話あるいは、食物を通して、人への被曝っていうこともあるわけなんですけれども、そういう問題だけではなくて環境の保護というものも非常に大事ですと。森林の保護に向けての取り組みというものについても重点を置きながら取り組んでおりますと。そういう中で森林樹木の放生物質の移行についても非常に多くの知見を持っているというお話がありました。それからこのウクライナなんですけれども、決して経済的に豊かな国ではありませんでして、現在この研究所なんかでもやはり研究費なんかで相当苦労されていると。そういうものに対してやはりその各国が共同研究のような形で支援の手を差し伸べていると。で事故直後から一番強力に支援をしておりますのはフランスの IRSN という研究所ございます。研究機関ですね。日本でいうと原子力機構のような研究機関でしょうか、こういうところ、それから EU がプロジェクトを作って、これには日本も参加しているというようなこと、それからノルウェーの農業大学、こういったような各国がやはりこういう活動を助けるために国際協力のようなものを行っておりますといったようなことについてお話がありました。それから、いわゆる風評被害関係はどういうふうになってますかということについて質問をさせていただくと、こういう回答でして、チェルノブイリの場合は農作物の汚染について風評被害が広がったというよりも、むしろその動物で奇形が、動物あるいは食物もあるのかもしれませんけれども、奇形が生じるということについて、やはり風評被害が広がったと。例えばキエフにチェルノブイリ博物館というのがあるんですけれども、そこに行くと、8本足の馬が写真があるそうな子馬のあるらしいんですけれども、実はそれは、生まれた時期からして事故の影響じゃなかろうというふうに考えているというようなそういう説明はありましたけれども、いずれにせよ旧ソ連時代は奇形が生まれても特に統計を取ってなかったんですけれども、事故後そういう統計を取り始めたというので見かけ上増えているようになってるんじゃないかというのが先方の考えでした。そういう中で風評被害に対して大切なことは何でしょうかということをお話したんですけれども、聞いてみたんですけれども、そうするとやはりその一般の人々に対してどういうことで働きかけをやっていくのかということについて、よく考えなければいけませんと。で一旦新聞とかに非常にセンセーショナルな記事が書かれてしまうと、住民の方々はそれを信じてしまいますと。そういうものに対してやっていかなきゃいかんということでした。そういう中で国連の支援によりますアイクリーンプロジェクトというのがありまして、それで、それは教師、医師、記者という市民の方々が信頼する人々に対して、専門家が放出船の影響を丁寧に説明する、そういったようなプロジェクトなんですけれども、そういうことでそういう方々に専門知識を持っていただく、あるいは先ほども出てきましたけれども、チェルノブイリインフォという形でウェブ上で情報公開をちゃんとやっていく、こういったようなことが非常に重要だろうということでした。でこれらの努力によって、記者も記
示を書く前に我々というのはこちらの研究所の方々ですけれども、確認を取るようになってきたというようなことであります。そのようなことについてお話を聞いてまいりました。で、ここまで聞かれてこの会場の方々でも思われた方も多いと思うんですけれども、一番下に出ておりますけれども、ウクライナにおいても日本と同じ興味関心のもとで同じようなやっぱり研究が行われているなと、この報告会でも過去、報告させていただいているのと相当重なっている話が多いんじゃないかなというふうに思うわけであります。そういうことでやはり専門家の方々考えることは同じということで同じような研究が行われているなと。で一方で日本で行われている研究、あるいは例えば出荷の制限みたいな話、出荷に対するそのチェックの話、そういったようなものについてはほとんど知られていないということがあります。で今回中西先生の方から、我々の研究内容についてプレゼンテーションをやったんですけど、こういうことは実は初めてだったようでして、ウクライナに対して調査団非常にたくさん行って向こうの話は聞いて帰るんですけれども、なかなかこちらがやっていることまで説明にいかないということがどうもあるようでした。それで、スライドの方が勝手に走っていっておりますけれども、その次チェルノブイリの原発の方に視察に行ってまいりました。でキエフというのがここにございます。でこの川上110キロぐらいのこの辺にチェルノブイリ原発があるということになります。それでウクライナの国境はこれですんで、これがウクライナの国なんですけれども、この辺がベラルーシでこの辺がロシアになります。ですから、実際に近い場所でひどい汚染を受けているところはウクライナだけではなくて他にも2カ国があるということになります。それから先ほど300キロほど離れたところで農作物の汚染がありますって話がありましたけど、どうもこの辺、こっちから外れてこの辺のところで、そういうふうな問題が起こっているというようなことでありました。地理感としてはそんな感じになります。それでチェルノブイリ原発に行こうと思うと、2つチェックポイントを通らないといけないんです。30キロポイントというのと10キロポイント、この2つのポイントを通ってそこで許可を得ないと入れないようになっています。で最初に30キロポイントの前で、すいません、その前に言っとかないといけないのは10キロとか30キロというのは実際の距離ではなくて、昔そういう名称を使ってたということで、今は汚染の濃度に合わせて規制をしてるんですけれども、高い濃度のところが10キロポイントで、低い濃度の規制のところが30キロポイントというふうになってるんですけれども、最初の30キロポイントのところの外のところで我々向こうの担当官来ないんで待っておりました。で、我々実際にはこういうふうなですね大型のバンみたいなんで、10人ぐらい乗れるやつに乗ってきたんですけれども、次から次といいますか 4,5 台こういうふうなバンで乗り付けてきた方々がいっぱいいらっしゃいましてですね、でさらには、これ見てもうちょっと動画であれですけれども、これ観光バスなんですけれどもですね、こういうふうな観光バスも2、3台やってきましてですね、それで喋ってる言葉も様々、英語を喋ってる方もいれば何語かよくわからないガイドさんは、北欧の言葉じゃないかって言ってたんですけれども、そういうことでした。で要は何が言いたいかっていうと、我々は調査ということを言ったんですけど、一般の方々が相当観光目的でチェルノブイリに来られるようにすでになってるっていうのは、非常にこれはある意味で驚きであったということになります。で原発に行く前に実はチェルノブイリ原発の隣、4、5キロのところ、車でいうと5分ぐらいなんでしょうか、プリピャチ市という、これ発音難しくて恐縮ですけれども、そういう町があります。でこれはどういう町かといいますと、原発の職員と家族の方々が約4万9,000人住んでらした町ということなんです。で事故の前はいわばそのガイドさんの言い方によるとエリート的な町、模範的な町ということで、旧ソ連の中でも非常に優遇された町になっててですね、非常に設備なんかも整っている非常に優れた町だったと。ところが、当然原発から3、4キロすぐ近くになりますので、全員が避難して現在はもう廃墟になってしまっていると。で線量でいうともう今は相当下がっておりまして、街の中の線量が大体 0.4 マイクロシーベルトぐらいで、場所によってはちょっと高くて4から7ミリシーベルトぐらいのところがあるということになります。
それで、これが職員の方々が住んでたアパートみたいなところになります。でこういうものがどれぐらいあるんでしょうかね、おそらく数十棟ぐらい、その辺いっぱいこういうふうなものが建ってるんですけれども、全て廃墟になっているということになります。それから町の中心に広場があるんですけども、その周辺には劇場、映画館、それから銀行、それからホテルいったようなものがやはり整然と整備されてたんですけれども、そういうものも今ご覧いただくような形で、朽ち果てていっているというようなことになります。でこれが二瓶先生が苔のところが高いっていうので測ってるようなところですけれども、街の中歩くにあたってガイドさんに苔は踏まないようにというふうに言われたんですけれども、確かに苔のあたりは非常に高い線量になっております。それから印象的だったのはこれなんですけれども、旧ソ連の国っていうことなんで、一番大きな行事というと5月1日のメーデーっていうことになります。それで、実はこの町では1986年の5月1日メーデーの日に子ども向けにこういう遊園地を開くことになってたんですね。これが観覧車で、これはメリーゴーランドで、これ写真には写ってないですが、この横にゴーカートの施設みたいなのがあるわけなんですけれども、それでもう施設も出来上がってメーデーの日に子どもに乗せようということで待ってたと。ところが4月の26日に事故が起き、翌27日にみんな避難をしていったということで、こういう子ども向けのものっていうのは一切使われることなくですね、やはり同じように朽ち果てていっていると、非常に心に迫ってくるものがあるというか、非常に悲しい思いをしたところであります。そんなようなこともありました。でその後、原発の方に参りました。でチェルノブイリ原発事故を起こしたのは4号炉ですけれども、こういうふうに横に並んでまして、1号2号3号それから4号炉がここになります。でちょうどこれが上から見た石棺ということになります。で私どもが行ったのはこの展望台といって、これも100メートルぐらいでしょうかね、近くに展望台といっても3階建てぐらいの小さな建物なんですけれども、説明を聞くための建物がありまして、ここに行ったりとか、あと事務棟ということで全体の管理を行ってて、全体の説明を聞くような建物がありますけれども、ここに行ったりしました。こういうちょっと、それからあとチェルノブイリにはもう一つ5号炉というのがあって、これ建設中で少し離れたところにあるんですけれども、これは事故が起こって建設途中で放棄されたというふうに聞いております。それでその4号炉から100メートルぐらいのところにあります展望台という先ほどのところで、事故の原因状況、それに続く石棺の建設について説明をいろいろお伺いすることができました。それから後ほど写真でお見せしますけれども、石棺自身がもうできてから27年経っておるわけでありまして、相当古くなって老朽化が始まっているということで、新たなシェルターの建設が始まっていると。でこれには日本も資金を出しているということについて、それに対する感謝の言葉があったということであります。で実際、実は私不勉強でチェルノブイリ原発に近づこうと思うと、相当頑丈なものが起きてですね、行かないと近づけないのかなというふうに思っておりましたら、そんなことは全然もうありませんでして、その先ほどの展望台、4号炉から100メートルぐらいですけれども、線量でいうと5マイクロシーベルトぐらいで、展望台の中に入りますと1マイクロシーベルトぐらいということでありました。で当然他の観光客もここまでどんどんやってくるということでした。でこれが実際我々が撮ってきた写真なんですけれども、ここが石棺ということになります。で実はこの辺にいろんな警備のための柵なんかがあって、そこは写真撮ってくれるなということだったんで、あんまりこれ以上は撮れなかったんですけれども、比較的近くまでそのまま近づいていけるような状況になっているということであります。それからちょうどこの石棺のこっち側に今作っているのがこのシェルターという覆いになります。でこれ作り上げた後、これをぐーっとこっちの方に移動してこの上にかぶせるということになりまして、これがちょうど半分で、もう半分作ってですね、2つで全部を覆うような形で建設を行っているというようなことでありました。それで
ちょっと時間も迫ってきましたけれども、全体を通して、いろいろ感じたことについてちょっとお話した方がいいかなというふうに思っております。で、これが原発からちょっと離れたもともと今拠点となっている町があるんですけれども、その町の中心にその事故から25年を記念して、記念公園のようなものが作られています。で、こういう天使のモニュメントといったようなものがあったりとか、あとその先ほどの10キロ圏、30キロ圏の写真とかですね、地図を模したものとかですね、そういったようなものが並んでいたり、あるいはその避難した結果もうなくなってしまった村の名前のプレートがかかってたりとか、そういうふうなことがあります。で、その一角にこういうものがありまして、ちょっとこれ分かりにくいんですけれども、折り鶴なんですね。紅白の折り鶴のこういうモニュメントがあります。この辺は原発の燃料棒の模擬みたいな形になってますけど、こういうものがあって、実はこれは日本エリアみたいになっておりましてですね、折り鶴のモニュメントがあると。で、そのすぐ脇にこれ広島と書いてあるんですけれども、広島という名前が書かれたものがあったりとか、あと福島と書いてあるんですけれども、こういったようなものが並んでるんです。で、これはどういうことかというと、チェルノブイリだけではなくて、放射能での苦しみを背負っている場所はどこかということで、広島、これ当然長崎も入っている意味だと思うんですけども、そういうところ、福島、そういうところがあるんだということを忘れちゃいけないよっていう、そういう思いを非常に込めたこういうモニュメントがはるか遠くウクライナにはチェルノブイリのすぐ近くにあるということなんであります。そういうことも含めてなんですけれども、やはり今回私どもが調査に行くと、非常に向こうの方々は熱心にいろんなことを教えてくださいます。時間をオーバーしてですね、でも、あるいはいろんな専門家の方を集めてでも、とにかく日本のためにいろんなことを教えてやらなきゃという、そういう思いをものすごく感じることが多かったです。そういう意味で、ウクライナの方々は自らがチェルノブイリで苦労したからこそ、福島の復興のために役立ちたいという思い、これを非常に強く持っていらっしゃいます。で、特に今回の出張では大統領直括戦略問題研究所のナスビットさん、それから農業法戦学研究所のカシパロフさん、それからもう一つ在京ウクライナ大使館、これは東京にある大使館なんですけれども、そこの書記官さんがですね、私どもが行く前にこういうところに行った方がいい、この人に会った方がいいというアドバイスを非常に熱心にしてくださいましてですね、そういうご協力のもと今回も行ってまいったということであります。そういうことを踏まえて、ウクライナというところには、放射性物質による汚染から国土を回復している、まだ途上だと思うんですけれども、そういうものについて非常に豊富な知識を持っているということがありまして、そういうウクライナの方々が持たれている知見というものをやはり有効に活用していくということも重要だろう、そういう意味でウクライナとの密接な関係を築いていくことが重要であろうというふうに考えたところであります。そして繰り返しになりますけれども、遠くウクライナでやはり我々のことを応援してくださっている方々が非常にたくさんいるということを皆さんに申し上げて、私の話を終わりにさせていただければと思います。どうもありがとうございます。